これはですねワインセラーではないんですよ。主にカメラとレンズが入ってるんですけど、こんな感じで今使ってる機材を紹介してくださいっていうリクエストが結構多いので、今日は、全部紹介します。広く浅く。これが今現役で使っている機材のすべてだと思います。ちょっと分かりづらいんで並べ替えましょう。 OK で、まずはじゃあソニーのレンズからで、今僕が持っているのはこれなんだ α7S2 と、あと本体でいうと α7R2、 あと α7M3 と、あと今撮ってるのが α の6600なんですけど、これで α7S2 は、動画目的っていうのと、あと、高感度にすごい強いので、例えば夜外で動画を撮りたい時とか、すごい活躍してくれるので、いまだにお気に入りで使っております。で α7R2 はまだね、そうこれね R2 なんですよ。でなんで2をいまだに使ってるかっていうと、 R3 になった時にいろいろバッテリー大きくなったりとか、なんかボタン操作しやすくなったりだとか、いろいろアップデートあったんですけど、センサーが同じっていうことで、変える必要ないかなと思って変えなかったんです。で α 今 R4 が出てるじゃないですか。で4は6000万画素になったじゃないですか。で6000万画素はいらないかなって思ってて、でまだ買ってないんですけど、もしかしたら R4 は買うかもしれないですけど、ちょっとまだ分かんないです。っていうのもね、なんか別に R2 でも全然写真を撮る分には個人的には問題ないので、まだ使え、結構ガタガタですけどまだ使えそうなので、R4 は気が向いたら買います。で α7M3 これなんですけど、これはですね、僕星を撮るために IR フィルターだっけ、赤外線をカットするフィルターを取り除いて天体撮影専門にしてあります。なので普通の撮影はできなくもないんですけど、色の調整が非常に大変なので、もうこれは星を撮る専用として買って改造してあります。でもったいないっちゃもったいないんですけど、そういう使い方をしてます。でコンデジもソニーの結構長らく愛用してましてそう、最初はね RX100 M4 ですね。でこれはもう本当に何回も落としたりしちゃって、僕ねコンデジはねよく手から落ちちゃってでこれ何回も落としちゃって、で最終的には壊れちゃって、もう今使えないんですけど、であまりにも落とすんでコンデジにはこれをストラップをつけて落ちないように今はしてあります。でこれはいつ使うかっていうと、簡易的に動画を撮りたい時とか、あとセンサーもね1インチなので割と画質が良くって、だから一眼とかこういうのでかくて重たいので、こういうのを持っていきたくない時にこれだけ持っていくっていう感じです。あとこれ非常に大事なのがこれですね、ウォーターハウジングで、これは水中ハウジング、防水なので、この中にのコンデジを入れて見てやると、海の中とかで使えるので、メインはねイルカを撮る時にこれを持って行って水中の写真をこれで撮ります。でも今はねこれ確かソニーから純正で出てたような気がします。昔はなかったんですけど今は売ってます。ソニーのレンズはですね、結構持ってまして、で α7S2 にはこの 1635F2.8 が
ほぼいつもこれがついてます。で写真を撮る用のやつは、ほぼ2470の F2.8 がだいたいついてることが多いです。でその他に 70-200F2.8 と 85mmF1.4、 あとちょっと前までは今も撮りますけど 35mm の F1.4、これは僕が料理を撮るときに一番好きな画角のレンズになります。 35mmF1.4 でマクロレンズの 90mmF2.8、 これもたまに使います。というか料理の写真を撮るときはこれ結構使ったりします。であとはもう風景用ですね。 20mm の F1.4 シグマのレンズ、あとこっちも 14mmF1.8 シグマのレンズで、これはトキナーの、フィリン 20mmF2 っていうマニュアルのやつなんですけど、これも星撮る用に買いました。でこれ結構ねいいです。ちっちゃくて軽い。でソニーのレンズはですね、あとは買うとしたら、20mm の F1.8 が最近出たので、それはねブログ用とか、あとは星を撮るのにすごい良さそうだなと思ってるので多分買うと思います。で70-200もねすごいいいんですけど、200だと全然足りない時があって、で一応ね2倍のテレコンも持ってるんですけど、これを使うと140-400になるので、これも持ってるんですけど、ちょっと100-400もあったら楽しいだろうなとは思っています。ただそんな頻繁に使う機会があるわけではないので、個人的には、ちょっとタイミングがあったら買います。でソニーのカメラとレンズはこんな感じです。続きましては富士フィルムの GFX100 ですね。で今持ってるレンズは2本あって、GF の、45mmF2.8 とあと広角レンズも一緒に買って、でこっちは 23mm の F4 っていうレンズを今持っています。で去年からですねずっとこの GFX100 で料理動画とかも撮っていて、で写真もねちらほら撮ってるんですけど、もう写真も動画もすごい綺麗です。で、あんまり詳しくは喋らないですけど、ソニーのカメラって今のところ8ビットで記録されるんですけど、こっちはね10ビット10ビットで記録できるので、色がねすごいなんて言うんでしょうかね、バンディングしない、なんかノイズがすごい少ないんですよ。ですごい綺麗に撮れるのでかなり気に入ってます。で写真もね本当にすごくって、でこの前天の川撮りに行ったんですけど、でこの GFX100 をですね、スタートラッカーにちゃんと乗っけて、で天の川撮ってきたんですけど、それがね半端じゃなくすごい綺麗で、ちょっとねびっくりしました。めちゃくちゃ綺麗です。天気がいい新月のあたり、ちょっとねもう一回また天の川ねぜひ撮りに行きたいと思ってます。でね GFX100 が確かね2月ぐらいだったかな、なんか富士フィルムから発表があって、GFX100 にあれなんて言うんでしたっけ、ピクセルシフトっていう、ちょっとセンサーずらして4枚ぐらい写真撮って、でこれはもともとカメラ自体は1億画素なんですけど、なんか4億画素の写真が撮れるっていうモードがアップデートで入りますよって公式にも発表が出てるんですけど、多分それでスタートラッカーにちゃんと乗っけて星が動かないようにして、で4億画素で天の川撮ったら多分すごいんだろうなって思ってます。だから富士フィルムさん天の川のシーズンが終わる前にぜひアップデートしてリリースしてほしいです。お願いします。であとね、そう同じく 80mm の F1.7 っていうレンズが2021年に出る予定って言われてるんですけど、ちょっとねこのレンズもすごい個人的には期待してます。何にでも使えそうなので、F1.7 っていうレンズは多分この GF マウントでは初かな。 F2 より明るいレンズっていう 110mmF2 っていうレンズもあるんですけど、
ね、110mm とこのソニーの FE85mmF1.4 というのは画角が大体ほぼ一緒なので、ちょっと買うかどうかわかんないですけど、80mm の F1.7 は出たらすぐ買うと思います。それかプロトタイプでいいんで、もう送ってください。もうガンガンレビューします。で GFX の次はハッセルブラッドですね。これもいつだったかな、23年ぐらい前にちょっと知り合いの方からいただいて、で今大切に保管して使ってるんですけど、これはね 500C で、製造年月日はね見れば分かるんですけど、確かね1960年前後です。で持ってるレンズがですね 80mm の F2.8 と、あと 50mm と 150mm のレンズを持っています。でフィルムも結構あって、フィルムも冷蔵庫で一応保管してあって、っていうかね、もう期限が切れてるかもしれない。2019年で切れてる使わなきゃ。でこっちはカラーで、こっちは全部モノクロの白黒のやつなんですけど、富士のアクロス100っていうやつ、すごいねいいんですよ。であとね、このコダックのポートラ400、これもねめちゃくちゃいい色です。でこれはね、ローライのねレトロ400はなんかねコントラストがめっちゃ強くて、すごい難しいです。こっちはイルフォードの HP5 と、あとデルタ400っていうのもあるんですけど、ここら辺も全部白黒ですね。そう、白黒好きなんですよね。そうで、中盤はですね、なんか、個人的な好みですけど、白黒で撮るのすごい楽しくて、でこの GFX100 ものマウントアダプターがありまして、このハッセルブラッドのレンズをこう使うことができるんですよ。ただかなりクロップされちゃいますけど、でね、この前それでどっちで撮ったんだっけな、多分この 80mm で撮ったと思うんですけど、またねこれがすごい結構いい写真撮れるんですよ。だから GFX はこのハッセルブラッドのレンズを使っても、結構センサーでっかいので割と楽しめるっていうね、そういうメリットもあります。で最後は、マイクですね。ただ今持ってるマイクはもうねほとんど使ってないですね。ここにあるやつで今使ってるのはね、ほぼないです。で今撮ってるのが最近買ったんですけど、ゼンハイザーの MKE600 っていうマイクを買いまして、でそれがねものすごいいい音だったんで、もう今後はねしばらくこれで撮ると思います。それでマイクはですね、昔からロードのマイク結構好きで、これが初代かな、もうすごい昔のやつですけど、もうなんかこの蓋がねロードすぐ壊れてたんですよ昔は。今は蓋ないからあれですけど、これ初代ですね。でこれが 2代目、これまだ全然使えますけどね。でこれが3代目なんですけど、これもすごいいいマイクです。で他にもね結構マイクいろいろ持ってまして、でこれは iPhone につける Zoom のやつで、これは音を別で撮りたいなっていう時に旅行してる時とかお出かけしてる時によく使います。ただ最近こっちの Zoom の H6 っていうやつを買ったので、多分これの出番はもうないかなという感じです。でこれも H6 もXLR 端子が4つついてるので、こういうケーブルのやつで挿して録音、音を別撮りしたい時とかはこれを使います。でこれは手話の BP83 っていうやつですけど、これもね悪くなかったです。結構いい音で録音してくれます。でこれはいつだったか買ったパナソニックのやつかな。
そうですね、パナソニックのやつですね。ただもうこれも全然使わないですね。多分 GH4 を持ってた時に買ったんですよこれ。ただロードの方が音全然良かったっていうことですね。でこれは今年の初めに買ったんですけど、思ってたよりですね音が全然すごい悪くって、でもちっちゃくてコード必要ないっていうのですごい便利なんですけど、ちょっとね音があんま良くないので、今後出番はあんまないかなという感じです。ただ荷物をすごい少なくしたい時とかは使うかもしれないです。これで防湿庫に入っている機材は全部です。こんな感じですね。そう最近というかですね、GFX100 で最近料理動画を撮ってて、で 35mm 換算で35mm ぐらいの画角で料理動画を撮るのが僕はすごい好きなんですけど、なのでソニーで撮る時もこの 35mmF1.4 っていうレンズをすごい愛用してて、もうこのレンズすごくいいんですよ。で何がいいかっていうと、F が 1.4 なのですごい被写界深度を浅くすることができて、で明るいっていうのと、あとこのレンズねめちゃくちゃ寄れるんですよ、被写体に。ですごいいいレンズだったんですけど、それがね GFX100 になって、でこれ 45mm なんですけど 35mm 換算で 36mm ぐらいだったと思うんですね。でほぼ同じ価格なんですけど、でこのレンズがね全然寄れないんですよ。最短撮影距離が結構長くってですね、もっと寄りたいなっていう時に寄れないっていうことがかなり多かったので、この健康から出てる MC クロスアップレンズ、虫眼鏡みたいなやつですねを買って使ってたんですけど、毎回ねこう付け外しするのが結構めんどくさくって、なんかないかなと思っていたら、マグネットでマンフロットからズームっていう名前でマグネットのリングが出てて、でこれも今ステップアップリングをこうやってつけることができて、で取り外しもこう、磁石なんで、これはすごい便利です。めちゃくちゃ便利、おすすめです。ただ広角レンズにつけるとおそらく蹴られると思います、四隅が。こんなところですかね。なんか質問があればコメントしていってください。では。